はい、こんにちは、梅野です。本日は桜を取りに来ております。はい、1枚目ここから取っていきましょう。ここの桜の花を、メインに狙いまして、背景に菜の花があります。でこれをここから狙うことで、背景の菜の花のボケを斜めの対角線に配置することができます。でこの桜のお花自体は3分割の左上の交差点に配置して撮っていきたいと思います。そうすることで、桜のこのピンクとで背景が左側はちょっと暗くて右側は黄色っていう色を作ることができるので、桜の花が映えるかと思います。はい、カメラを設定していきます。桜の花がしっかり映るように、F 値は 5.6 に設定しました。でちょっと暗い場所なので ISO 感度400に上げてシャッタースピードを1250分の1秒出るように設定しています。で露出値はプラマイゼロのマルチパターン速報を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。3分割構図の左上の交差点に反逆光で光がつけている桜の花を配置して、で背景は、菜の花を対角線構図に使って撮っています。で、左側は背景が暗くてピンクの色が映えまして、で右側は真っ黒じゃなくてこの菜の花の黄色が入ってくれたことでちょっと華やかな写真になったかと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次は上の方、これか、ここの桜の花を撮っていきたいと思います。今巡光で、青空が綺麗に出るのと、枝の先っぽで、綺麗なのとありまして、手前のところにここはなんか枝がちょうどこう三角形みたいになって綺麗なので、これを前ボケみたいなフレームに使ってで奥の桜の花にピント合わせて撮っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。前の三角形の、フレームみたいに使うやつはくっきりはっきりじゃなくてボケさせて使いたいので F 値は 3.5 に設定しました。この場合でシャッタースピード1000分の1秒出てますので ISO 感度は100で撮っていきます。で露出値はプラマイゼロのマルチパターン速報を使って撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ちょっと距離感の関係で三角形のフレームあんまり意味をなさなかったんですけど、前ボケとしての要素は作れましたので、良かったかなと思います。で奥の1本先の方に花がついているところにピントを合わせまして、で光は順光になってますので青空が綺麗に出ています。で前ボケがついたことで前ボケとピントが合っているお花と背景の青空とちょっと遠近感を感じる写真になったんじゃないかなと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次ここから撮っていきましょう。地面のところに菜の花があるのとで手前の桜の木があってでその後ろにある桜の花にピントを合わせていきます。ちょっと前のお花の隙間から奥の桜が見えるような配置にすることで手前の桜の花を前ボケに使っていきます。で F 値 2.8 ぐらいの開放で撮っていこうと思うので、ここ前ボケと下の菜の花もボケて、色の要素になってピントが合っているのは奥の桜の花だけになると思うので、ちょっと遠近感のある写真になるかと思います。で横構図で撮ってしまうとちょっと余計なものが入るので縦構図で切り取って撮っていこうと思います。はい、カメラを設定していきます。前ボケと背景の菜の花をボケさせたいので F 値は 2.8 に設定しました。この場合でシャッタースピードが100分の1秒出てますので ISO 感度は100で OK です。
でここも露出はプラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、どういった写真がこんな感じになります。縦構図で切り取りまして、余計なものはのけて撮った写真になります。富士 2.8 にしたことで手前にあった桜の花をボケてくれて、その間から奥の方にピンとなった花が来るように配置しています。で下の方の菜の花もボケてくれましたので、ちょうど中央に目線が行くような写真になったかと思います。それでは次撮っていきましょう。はい、次はシンプルに3分割構図使って撮っていきたいと思います。で、木の桜の枝で日陰になっているところなんですけれども、ここにちょうど今太陽の光が当たっている桜がありますので、これをメインに撮っていきます。でこれを3分割の右上に配置することで光が当たってきて、でこっちに空間を空けることでバランスのいい写真になるかと思います。で背景に、木の枝があるんですけれども、枝のある部分に、桜の花を持ってくることで後ろが暗くて、で桜の花が綺麗にライトアップされた感じになります。でこっちの空間が空いているところに木の枝を配置してしまうと背景が汚くなるので、3分割の左下の方には背景の桜がボケるような色の要素として使う背景にしていきたいと思います。はい、カメラの設定していきます。背景をボケさせていきたいので F 値は 2.8 に設定しています。この場合でシャッタースピード800分の1秒から1000分の1秒出てますので、ISO感度は100で OK です。で露出はプラマイゼロのマルチパターン速攻を使って撮っていきましょう。はい、どういった写真がこんな感じになります。3分割の右上の交差点にピントを合わせた桜を配置しまして、で桜の花が向いている方向には空間を空けるような配置で撮ってみました。でピントがあって桜の背後ですね、背後は桜の木の枝にすることでちょっと暗くなりました。そのおかげで光が透けている桜の花が綺麗に見えます。で反対にこの左側の特に何もない空間のところは桜の、背景のボケを入れることでちょっとピンク色の背景にしてみました。それでは次撮っていきましょう。はい、次はこの超広角レンズを使って撮っていきます。今まで主題は桜で撮ってきましたけれども、今回はこの菜の花を、主題にして副題を桜の花にして撮っていきたいと思います。で超広角レンズの縦構図でここにピントを合わせて、で背景を桜の花と青空にして撮ってみたいと思います。はい、カメラを設定していきます。手前の、菜の花にピントを合わせて奥の背景をボケさせるために F 値 3.5 に設定しました。初めはちょっと F 値 13とかに設定して、パンフォーカスの写真も撮ってみたんですけど、なんかどれが主題なのかはっきりしない写真だったので、もう、F 値を低めにして菜の花を主役っていうのを主張して撮っていきたいと思います。でこの場合で、500分の1秒シャッタースピード出てますので ISO感度は100で OK です。で露出プラマイゼロのマルチパターン速攻で撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。手前の菜の花にピントを合わせて背景をボケさせたことで浮き立つような写真になったんじゃないかなと思います。で画面はちょうど2分割で地面と、空の部分と分けてまして、で下が暗くて上が明るいという色の対比にもなりますし、で下の方暗いんですけれどもピントを合わせて菜の花だけ光が当たってますので、より立体感を感じるような写真になったんじゃないかなと思います。でちょっと古いレンズなんで F 値低めにしたりとかするとちょっと青空と桜の境目がちょっと色白さが出てしまって若干汚いんですけど、これ仕方ないですね。レンズの特性なんで、そこだけがちょっと残念ですけども、いい感じに狙った通りに撮れたと思います。
はい、せっかく超広角レンズに付け替えたんで、パーツの効いた写真も、撮っておきましょう。こういう風に構えまして、ローアングルから構えることで、桜の木と空と撮ることができます。で、下の道をパーツとして使えますので、ここからローアングルで撮っていきます。で、3分割構図の右下の交差点にこのパーツの終着点が来るように配置して撮っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。全体的にピントを合わせたいので、縁は10に設定しました。で、シャッタースピードが80分の1秒になってるんですけれども、焦点距離 17mm で撮っていきますので、手ブレしないので ISO 感度100で OK です。で、露出値はプラマイゼロのマルチパターン速攻で撮っていきましょう。はい、撮った写真がこんな感じになります。ローアングルから超広角レンズで撮りまして、真ん中のこのラインのところは桜の花になってまして、上側のところは青空という構成になってます。で、下の道のところはパーツとして使わせていただきまして、3分割の右下の交差点あたりにパーツの線が終着するように構えてみました。去年はね、結構こういう写真撮ったんですけども、今年はちょっと望遠レンズで切り取ることが多いですので、久しぶりにこんな感じで撮ってみました。はい、本日は桜の花を撮りに来ておりました。結構満開をちょっと過ぎたぐらいの感じで、綺麗に撮ることができたんじゃないかなと思います。で、ここは地面に菜の花が咲いてくれてますので、菜の花と桜と、で、今日は晴れてくれたので青空と一緒に撮ることができました。これは河津桜っていう桜の、早咲きになりますので、またこれからまだまだ桜のシーズンが来ますので、ぜひ撮り方とか真似していただけると幸いです。また今日はこの辺で帰りたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。